ちょっと仕上がりは室内でいいですか。もう手がちぎれちゃう。はい、皆さんこんにちは。車の大自然角家しのぴーです。今回はこの車を洗っていこうかなと思います。で、この車にはいろいろストーリーがありまして、皆さん覚えているでしょうか。あのオレンジ色のマーチ、そう3年前に公開した、今では車の大辞典価格化史上最も再生されている動画に登場するあの汚いマーチ、あのオーナーさんが今乗っている車です。パチパチなのかわかんないんですが、しかもあれから3年間一度も洗車をしてないみたいです。どうにか借りることはできないかということで今回お借りしてきました。で、今回この動画でちょっと一つね、お約束事を設けたいなと思いまして、何かと言いますと、コメント欄でこんなやつは車に乗るなだったり、免許を返納しろとか、そういった類のコメントは一切 NG でお願いします。理由としては、皆さんの気持ちもねすごくわかるんですが、その車に興味ある人、興味ない人、人それぞれです。僕も、車だったり洗車以外で、興味ないことには本当興味なかったりするので、車に興味がない人もいるんだよということで、そういったコメントは今回一切 NG でお願いします。僕昨日引き取りに行ってきたんですが、夜だったのでちょっと汚れあんま見えておりませんけど、汚れてます。よだれが出ちゃいそうなぐらい汚れてます。なのでちょっと一旦ね、汚れを見ていきたいなと思います。はい、そしたらボンネットなんですが、ここがね一番汚れてます。こういったね、なんか黒いね鉄粉みたいのがボンネット一面についています。いいね、洗いがいありますよ。でもちろんヘッドライトも結構くすんでいます。で、同じような感じでこの辺上の方にこういった鉄粉みたいのが付着しております。側面は言うほど、このボディ面は汚れてないんですが、やっぱりこの辺、このモールの付近だったり、あとここミラーのところやばいですね。これ見て、樹脂の部分何かがこびりついてます。しかもこうなんかミラーのところ、この下のところにはこれ苔なのかな、ほらなんかやばい緑色になんか抹茶みたいになってるんです。すごいよね。もちろんこの窓のね隙間もすごくない？すごすぎるよ。何放置車両っていうぐらい汚れてますね。で、これがリアのハイマウントの部分なんですが、泥なのか、ここも鉄粉すごいね。こういうのもちょっと落としたいなと思います。ルーフはどんな感じなんだろうね。ルーフの方は思っていたより綺麗ですけど、この辺とか汚れてます。これもちょっと綺麗にしていきたいなといった感じです。じゃあ1箇所ずつちょっとやっていきますか。そしたら足回りからいきますかね。はい、そしたらある程度足回りの砂ぼこりを高圧洗浄機で吹き飛ばしたので、ここから洗っていきます。これはウィルソンの泡仕立てシャンプーをただ顔のスプレーボトルに入れただけのものです。こんなとこ誰も見ねえよなとか思いながら洗っちゃうんだよね。
そしたら足回り終わったので、この辺ですね、ドアを開けたところを先にちょっと洗っていきます。汚れが落ちにくそうな場所はグッドスタッフの APC を使って洗っていきます。そしたら内側の細かいところを洗い終わったので、外装をちょっと洗っていきます。まずは高圧洗浄機で落とせるような汚れっていうのを落としていきます。ここまで来ると結構厳しいものあるね。メインはこういったミラー周りとかの隙間の汚れ、
でこういった高圧洗浄機でも落ちないような汚れありますよね。そういうところには APC これを吹きかけておきます。で汚れを浮かせます。でちょっと置いたらもう一回高圧洗浄機でちょっと洗い流す。これだけでもうだいぶ汚れが落ちます。なのでできるだけ触らない方向でちょっと試してみて、それでもダメな場合は、スポンジとかでちょっとこすってあげるっていう風にやっていけば洗車傷も減らせると思います。ボンネットはやばいな。ここは APC を吹きかけておきます。これで落ちるのか。そもそもよし洗い流してみます。ダメだね。 APC かけても鉄粉だろうな。すごいね。もちろん撥水なんか一切しておりません。鉄粉除去剤かけていきます。鉄粉汚れじゃないのか。反応しないですね。はい、先ほどの汚れは何か分からなかったんですが、最終的には粘土を使おうと思っているので、一旦マジホームで泡をかけて全体的に汚れを浮かせつつ、細かいところをちょっとブラシとかで洗っていこうと思います。楽しいね。こういった窓ガラスの下側のこの樹脂の部分とかをするだけで汚れ分かりますね。ほら、裏部分。謎の汚れです。屋根にもあったんですが、スポンジで軽く何回か撫でてあげれば落ちそうな感じでした。ちょっと面を変えてまだちょっと残ってるけどかなり落ちましたね。あんまゴシゴシせずに自重で洗ってってあげる。こういった汚れはどうしても手数が増えちゃうのはある程度仕方ないかな。できるだけ手数を減らして、洗車をしていきたいんですがしょうがないよね。綺麗になりました。
でこれで落ちなかったら鉄粉粘土かなんかやろうかなと思ったんですが、明日磨くからね、どっちみち鉄粉は取っておきたいんですよね。はい、一通り終わりました。拭いていきます。これがリアのルーフのところなんですが、ここにちょっと黒い点みたいなのがあるの分かりますかね。これが、鉄粉なんですよ。でボンネットとかについてたのもそうなんですが、洗車とかでそう簡単に取れないので、一応僕明日磨く予定です。なので表面を濡らしてあげて粘土を滑るようにしてあげると取れるので、鉄粉があるところは鉄粉を除去していきます。鉄粉粘土はかなり優秀ですが、鉄粉を拾って鉄粉をそのまま引きずるので傷つくリスクっていうのもかなりあります。なのである程度磨くを前提にして使ってあげた方がいいです。鉄粉がひどい場合は粘土を使うのがやっぱ一番いいですね。でこのね、今僕がやってる方法、こう濡らして今こすってる状態なんですが、これねあんまおすすめできない。僕はちょっと効率がいいのでこういう方法をしちゃうんですが、なんでこう濡らすかっていうと、例えば乾いてる部分にやるとこうひっついちゃうんですよ、粘土が。わかります？で濡れてるとひっつかないんですよ。でこれを滑らせるために今こう濡らしてるんですが、あんまり量が少ないと、すぐ乾いてきてピタッとこうくっついちゃうので、本当は専用品でもっと滑らせるやつの方が傷つけるリスクは少ないかもしれないけど、明日磨く予定も入っているので、効率重視なんですが、他にはねシュラスの粘土スムーサーとか、あとこれがキーパーのピアップ4っていう商品なんですが、こういうちょっとムース状になるやつ、こういうのでもいいんだけど、これだと泡がね結構ね出ちゃうので、拭いてると泡がこう残るんですよ。でこれがまたその傷つけにくくしてるっていう部分だとは思うんですが、ちょっとこの泡残りがね僕は嫌なので、ちょっと濡れ拭きでやっちゃっています。自己責任でって感じですね。意外に鉄粉いるわ。鉄粉はね、触り心地と音で判断って感じで、持ち方としてはこう包み込む感じで持つといいですね。そうすることでこの指がボディに触れることでこうザラザラを感じれるんですよ。こういう風に持ったりすると鉄粉を感じられないので、こう感じながらここにいるここにいるみたいな感じでこう動かしていくと鉄粉粘土は使いやすいです。はい、そしたら外装の方は終わりました。外装っていうかボディね、一通り洗い終わったんですが、ガラスを残していたんですよ。それには理由があって、明日朝一で車をちょっと持ってかないといけないんですよね。なのでガラスね、もしかしたら間に合わないかなと思ってちょっと後回しにしたんですが、一応外装はやっておきたいなということで、今のうちにちょっとガラスの油膜除去等をやっていこうと思います。はい、やっていきます。汚れてる場合は、濡れ拭きでもいいので、綺麗に拭き取ってください。で砂ぼこりとかはないような状態にして、今ここ水ちょっと使えないんですが、過去に動画にしたやり方なんですけど、霧吹きを用意して軽く拭いていきます。でここに水垢取りパッドをこすっていくと、弾いてる部分は油膜残ってるし、弾いてないところはもう OK ですよっていう。でこれ何度も言いますが、弾くのがなくなれば鱗も取れたのかって言われるとそうではないといった感じですね。であんまボディに垂らしたりとかしたくないので、パッドの方に水をちょっと追加するのもあり。そっちの方が垂れないかもって感じですよね。水弾きがなくなりました。そして濡らしたタオルでこれを拭き取っていく。でこの方法ね、すごいなんていうんだろう、水がないところでも簡単に施工できるので便利なんですが、結構ガラスに酸化セリウムっていうこの白い粉が残ることがあるので、しっかり拭き上げてください。そこはねちょっとね注意点かな。でこう拭いた時に上の方が線ができてるの分かります？ここですね。同じように拭いたのにここだけ早めに水が引いていくっていうのかな。そういったところはまだちょっと足りなかったりするので追加でやってあげてもいいし、これぐらいだったら正直な話もう許容範囲内なのかなとは思います。あとは拭いて乾かして鱗が残ってるようだったらまだやるっていう感じになるんですが、
こう窓開けながらやるとき手で押さえながらやってあげてください。じゃないとカタカタ言うのでちょっと怖いです。で終わったら拭く。こうタオルも結構拭きながら面を変えながらやんないと結構粉残りやすいので注意してください。とりあえずこの面は上の方は OK と。で窓を開けると。開けましたじゃない、閉めました。でここから下やっていないのでこの下の部分をやっていきます。全体的にはもはや一周回って余膜もついてませんみたいな感じですね。みたいな感じで他のガラスもどんどんやっていきます。はい、そしたら油膜除去が終わったので撥水剤を施工していきます。ハイブリッドストロングアルファですね。でもう一回窓を開けてこの上の部分をまず塗っていきます。なので2回ちょっと施工することになるんですが、この辺までかな。そしたら乾燥を待ちます。はい、そしたら拭いていきます。濡らして固く絞ったクロスですね。はい、塗りが浅いですね。わかります？拭いた時に弾いてるとこと弾いてないところ、こういうところ出てきますね。あとこういうサークルっぽくなってるやつ、これはちょっとさっきね失敗したんだよな。量がちょっと少なかったので無理くり最後の方塗っちゃったんですよ。そうなるとこういう風にサークルっぽく塗ったところが綺麗に塗れていなかったり、あとこういう塗れてない部分が出てきたりするんですよね。こういった場合はもう一回塗ると大抵治ります。これはね僕のミスです。はい、そしたら乾いたので同じところ拭いていきます。タオルの面を変えながら何回も拭いてあげてください。さっきみたいのはないですね。でなんかねハイブリッドストロングアルファになってからあれが多いような気がする。アルコールが増えたことによって塗った時にこの液剤が弾くんですよね。それが影響してるのか、なんかね薄い部分と厚い部分でああいう風になんか変な風にねなることがあるんで、これだけかな。で今ちょっと白っぽいのは内側ですね。内側がちょっと汚れてるで怖いみたいな感じで他の部分も拭いていきます。はい、そしたら一通り洗車の方が終わりました。パッと見は見れるぐらいには綺麗になりました。ちょっとした細かい、傷みたいな洗車傷みたいなそういったものが、若干残ってはいます。なのでその辺は明日ちょっと磨きをやろうかなとは思っております。一旦洗車はここまでといった感じですね。ちょっと各箇所見ていきますか。これボンネットですね。この辺に黒いポツポツありましたが、全部除去できました。普通に、今回の工程で洗ってて、落ちたところもあるんですが、ルーフとかはねちょっとね落ちきらなかったので粘土とかをちょろっと使いました。でこの辺もねちょっと傷あります。それはまたちょっと別の動画でね、その磨き含めてちょっと紹介したいなと思います。ボディ面もこんな感じで綺麗になっております。いいですね。こういった細かいところも気になってます。こういうところが気になるとやっぱ気持ちいいですね。あとはもうほんと細かいんですが、このルーフを開けたこういったところですね。こういうところやっぱ汚れがちなので綺麗にしておきました。ぐらいかなっていうか、かなり頑張ったんだけどね。洗車だけにしては結構綺麗になったと思います。いい感じです。あとは磨いて何を塗るか、これがまた楽しみでね。傷でいうとこの辺ですね。今ライトが当たっているところへん傷が見えてますね。この辺を一旦どうにかしたいのと、このヘッドライトのくすみ、これが結構ひどいので、ここもちょっと磨きでなんとかしたいなと思っています。で最後ガラスですね。このガラスはね本当昨日の夜一人に行ったんですが、夜雨降っててマジで前見えなかった。びっくりした。どうやって運転してんだろうぐらい見えなかったぐらい、水はじきはもうゼロ。夜きついね。ちょっと一回水かけてみます。こんな感じです。弾いてますね。 OK。 そしたら今日はもうここまで。
はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はマーチのオーナーさんが乗り換えた車、3年間洗車をしていない車をちょっと徹底的に洗ってみました。前回のマーチの時は、このように徹底的に洗うっていうところで終わりだったんですが、今回は磨きまで行おうと思います。で、磨きまでちょっと動画の中に入れちゃうと、もう今回の動画めちゃめちゃもうね2時間以上撮ってるんだよね。作業的にはどれぐらいだ10時ですね。8時間ぐらいやってますね。やばいね。没頭してたらねこんな時間になっちゃいました。とりあえずちょっと続編として磨きの動画も入れたいなと思うので、その細かい傷とかも、そっちの動画でちょっとお見せしようかなと思います。気になる方は次の動画もね是非チェックしてみてください。してみてくださいって言ってもまだね多分アップされてないんですが、通知か何かをオンにして待っといていただけたらなと思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は是非チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。